こんにちは。美味しい引き出しのA子です。今日はバナナとオートミールのプチパンを作ります。私は毎朝ヨーグルトにオートミールとバナナを入れて食べているんですが、これをパンに入れたら美味しそうだなと思ってバナナブレッドをアレンジして作ってみました。よく熟して黒くなったバナナを使うことで砂糖なしでも十分に甘くて美味しくなりますし、オートミールを入れることで栄養素をプラスできるし、プチプチした食感も美味しいです。そして今回のパンは焼き上がるのに約2時間40分と、私がいつも作るパンよりも短い時間で作ることができますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。では生地作りから始めましょう。材料はこちらです。強力粉、オートミール、塩、イースト、無塩バター、牛乳、そして黒くなったバナナです。材料や分量などの詳細は概要欄をご参照ください。まずオートミールと牛乳を合わせます。牛乳は35度ぐらいに温めたものを使います。生地を作るボウルの中にオートミール、そして牛乳を入れます。オートミールにこの牛乳を吸わせるようにこんな感じで混ぜて置いておきます。はい、見事に黒くなったバナナです。このバナナは皮を剥いてだいたい 100g ぐらいだと思います。もうちょっと大きくても小さくても大丈夫です。黒くなったバナナを使うようにしてください。その方がね、甘くて柔らかくて美味しくなります。これをよく潰しておきます。はい、ドロドロになりました。このくらいで OK です。はい、そうしたらこのドロドロになったバナナを先ほどのオートミールの中に加えます。はい、そしてまた混ぜます。はい、ではここにイーストを振り入れます。はい、イーストをよく混ぜます。この時ね、もしバナナが冷たかったりするとイーストがよく働かないので、人肌程度に温めるようにしてください。次に柔らかくしたバターを加えます。これもね、電子レンジでほんの少し加熱して、こんなポマード状っていうんですか、ちょっと柔らかくしたものを使います。ほら、すぐ溶ける。はい、ガーッと混ぜます。はい、 OK です。はい、続いて粉を入れます。強力粉、今日は全部いっぺんに入れます。そしてお塩も入れます。はい、塩と粉をなじませてから全体をこうぐるぐるっと混ぜていきます。そして次に切るように。今日ね、一度に粉を入れたのはオートミールとバナナでもうすでにドロドロ状態が出来上がっているので、これをね、また粉を2回に分けてってやるとちょっと混ぜにくかったので、1回に粉を入れることにしました。粉が見えなくなるくらいまでよく混ぜます。このようにボウルの側面を使ってこすりつけるようにすると全体がよく混ざります。ここで水分が足りないなと思ったら少し足すようにしてください。でもね、あんまりいっぱい入れちゃうと後ですごい大変になっちゃうので、ちょっと固めに感じるくらいでいいと思います。なんとなくね、こう硬く感じるんですけど、このくらいで大丈夫です。粉が見えなくなりましたので、ボウルの周りをきれいにします。はい、これで OK。はい、そしたら蓋をして20分置いておきます。はい、20分経ちました。では1回目のパンチを行います。オイルを少し垂らします。生地の表面と容器になじませます。ひっくり返してポンポンして何回か折りたたみます。さっきね、硬いかなと思ったけど思ったよりは伸びるでしょ。はい、こんな感じで何回か折りたたんだら生地の表面を整えます。
では蓋をしてまた20分置いておきます。はい、20分経ちました。では2回目のパンチを行います。先ほどと同じようにひっくり返してポンポンして何回か折りたたみます。表面を整えます。はい、蓋をして2倍の大きさになるまで温かいところで一次発酵させます。今日も熱いお湯の入ったカップと一緒にオーブンの中で一次発酵させます。一次発酵が終了しました。2倍の大きさになるまで30分かかりました。ではこれを台の上に移します。お、びっくりした。はい、ガスを抜きます。バナナのいい香りがします。はい、均一な厚さに広げました。今日はこれ6分割です。はい、丸めていきます。丸め終わったら固く絞った濡れ布巾をかぶせてベンチタイムを10分ほど取ります。はい、ベンチタイムが終了しました。では成形します。成形は丸め直すだけです。成形が終わりましたらまた固く絞った濡れ布巾をかけて最終発酵はオーブンの発酵機能を使います。35度で30分ぐらいから様子を見ます。最終発酵が終了しました。30分で出しました。では牛乳を塗っていきます。オーブンは180度に予熱をスタートさせます。牛乳が塗れたら今日は白ごまを飾りたいと思います。はい、予熱が完了したので170度に温度を下げて15分を目安に焼いていこうと思います。はい、焼き上がりました。先ほど170度に温度を下げて15分焼くって言ったんですけど、実はね170度に温度を下げるのを忘れて180度のまま焼いてました。で残り5分のところで気がついて、それで170度に温度を下げました。なので正確には今日は180度で10分170度で5分合計で15分焼いたことになります。でもねちょうどいい焼き色。今日は焼き上がりにも牛乳を塗ります。焼く前に塗ったね牛乳を残しといてここで塗ります。牛乳を塗っても表面が割とねピカピカになるので今日は牛乳にします。いつもは溶かしバターとかね蜂蜜水とか塗ってるんですけど、最近知ったんですよね、焼き上がりに牛乳を塗るっていうのね。私いつもねぼんやりしてるんだけど今日は特にぼんやりしてて、なんかね天気のせいにしてもしょうがないんだけど、雨なんですよね。気圧が低いとぼんやりしちゃうのかわかんないけど、でもぼんやりしてた割にはね美味しそうに焼けてよかったです。完成です。ここまでご視聴ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。